赤色の部分が兵庫県姫路市です。姫路城から北東方向へ約 6km 先にある仁部野が今回の舞台です。左は1961年、昭和36年、右は2010年、平成22年の空中写真です。左の写真を見てください。JR 磐丹線と仁部野駅の位置です。数年前、私はこの写真を眺めていて、仁部野駅から分岐する線路跡らしきものを発見しました。右の写真を見ると、街灯部分は現在、住宅地の道路となっています。カーブの曲がり具合からすぐに線路跡だと思いました。もしかしたら軍需工場への引き込み線があったのではと思い、各年代の空中写真を調べて、その結果をこの動画にまとめました。この時は引き込み線のレールが見当たらなかったこと、東側の線路のカーブが急だったことから、引き込み線はレールが敷かれることはなく、土地の確保までで止まったと結論付けました。しかし、調査を続けた結果、こちらの本、在日朝鮮人90年の軌跡に掲載されている地図を見ると、引き込み線がはっきり描かれています。この図を見たとき、かなり興奮しました。あったんやと。軍需工場について次のように書かれていました。須槍産業は創業時、アイスキャンディーを作るための冷凍機を製造していた。戦時中、日本海軍の命令で爆弾の弾体、火薬を入れる筒を製造した。軍部は兵器の増産をどの企業にも強要した。こちらは竹内康人さんがまとめた朝鮮人強制労働現場一覧です。戦時中、姫路の工場は軍需工場ばかりだったとわかります。ここで作られた団体は専用の引き込み線で運び出され、舞鶴や呉の海軍施設で火薬を詰め込んで完成品の爆弾にした。終戦後、姫路に進駐してきた米軍が機器や材料を接収した。なんと、引き込み線は稼働していたのです。1946年に米軍が撮影した写真を見てみます。この写真は B29 を改造した偵察機 F13 が上空10キロから撮影したものと思われます。北から仁部野駅、引き込み線、軍需工場、戸堀省とあります。拡大します。引き込み線がはっきりわかります。拡大します。引き込み線は2本に分岐して、1本は縦長の建物に入っていく形です。拡大します。写真をよく見るとレールがあります。このような分岐でしょう。南へ少しずらします。建物を通過したところで線路はつながっていて、その先は列車止めのようなものがあります。写真を戻します。磐丹線があり、引き込み線はこのような形です。謎が解けました。1961年の写真です。以前、私はこの写真を見て、このような線路を想像していました。右側のカーブが列車が曲がるには急すぎるので、レールが敷かれるまでには至らなかったと結論付けました。しかし実際は左の1946年の写真の通り、北側の細長い建物がなく、南の細長い建物に列車が入っていく形となっていました。右の写真を見てください。私が想像していた線路では列車は曲がれません。実際の線路を表示するとこのようになります。北側の細長い建物はレールを撤去した後の時代に建てられたのです。右の写真を現代の空中写真に変えます。線路跡の道路は現在、地元の方以外はあまり通らない道です。南北に走る国道312号を通っても、住宅地の道路が昔線路だったことには気づかないでしょう。地理歴史は面白いです。
では、舞鶴へのルートを確認します。製造された砲弾の筒を列車に積み込みます。引き込み線から万端線に入り、北へ向かいます。仁豊野から朝来市の和田山駅まで進みます。そこから山陰本線に入り、京都府の綾部駅へ、そして舞鶴線を通って京都府の東舞鶴駅に到着します。舞鶴の地図です。現在も自衛隊施設があります。ここで筒に火薬を詰めて砲弾を完成品にします。火薬を詰めた爆弾を列車で輸送すると危険なので、軍港の近くで火薬を詰めて完成品にしたのでしょう。こちらにも軍施設への引き込み線がありそうですね。右の地図を昔の写真に変えます。拡大します。引き込み線です。この通り、北へ分岐する線路があります。緩やかなカーブはだいたい線路跡。はい。緩やかなカーブはだいたい線路跡。呉へのルートを見ていきます。製造された砲弾の筒を列車に積み込みます。引き込み線から万端線に入り、南へ進みます。仁豊野から姫路へ進み、山陽本線を西へ向かいます。岡山駅、広島県の福山駅を経由して、広島県の海田市駅、広島駅の少し手前にある駅ですが、ここから呉線に入り、南へ進みます。海沿いに進むと、広島県の呉駅に到着です。呉の空中写真です。現在も自衛隊施設と造船所があります。仁豊野から運んできた筒に、ここで火薬を詰め込んで砲弾の完成です。戦艦大和はここ呉で作られました。呉にも引き込み線がありそうですね。この辺りにありそうです。拡大して昔の写真と比べます。南へ曲がる線路跡があります。右の写真をよく見ると、駅のすぐ南にある港と工場へも引き込み線があります。今昔マップで見てみます。左は昭和42年から44年、右は明治27年から32年の地図です。右の地図を見ると、明治時代は駅も線路もありませんが、すでに海軍施設があります。おそらく呉駅は海軍のために作られたのではないでしょうか。駅のすぐ近くに軍施設や工場、港があるので、初めから一体運用を目的として建設されたのではないかと思います。つまり、呉駅は海軍施設そのものとして作られたのでしょう。昔の地図を見ると、あちこちに線路が引かれています。現代ではトラックが物流輸送の中心ですが、昔は列車が輸送の中心だったとよくわかります。昔の話ばかりしていますので、少し休憩しながら現在や未来の話をしたいと思います。本編のみを見たい方は早送りをしてください。いつもお世話になっている Google マップですが、画面の下に注目すると、Google、Airbus、CNES、Maxar Technologies と記載されています。これらの会社が協力して Google マップを作っています。以前は日本の前輪も入っていた記憶があります。それぞれの会社を見ていきます。まず、我らが Google です。スタンフォード大学に在学中のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって1998年に設立されました。創業からまだ27年しか経っていません。親会社はアルファベットです。現在の CEO はインド出身のスンダー・ピチャイです。売上高の8割が広告収入です。検索サイト、YouTube、スマホ OS の Android、Google マップ、自動運転タクシーの Waymo など事業を運営しています。エアバス。1970年に
フランスとドイツの航空会社による共同出資で設立されました。本社所在地はフランスとオランダ。エアバスとアメリカのボーイングは航空機の最大手企業です。CNES、フランス国立宇宙研究センター、セントレー・ヌシャラル・ディトリー・スペテリウス、略称でクネスと呼ぶそうです。アメリカの Google がヨーロッパのエアバスとクネスと協力していることが注目です。マクサーテクノロジーズ、アメリカの宇宙技術会社です。通信衛星、地球観測衛星事業を展開しています。新聞やテレビのニュースで衛星写真の提供元として記載されていることが多いです。今度ニュース映像を見るときに着目してください。軍事関係や山火事のニュースで衛星写真が使われています。同業のプラネットラボという会社もよく提供元で出てきます。調べてみると Google マップは航空機やドローンで空中写真を撮影しているようです。人工衛星からの写真だと思っていましたが、現時点ではまだ衛星写真の解像度が低いようです。また、衛星からの写真だと雲が邪魔になるので、雲の下を飛べる飛行機での撮影が有効のようです。将来、超高性能カメラが開発されたら、人工衛星から解像度の高い写真を撮影できますね。ビジネスの匂いがします。スタンフォード大学とGoogle、Apple、メタの本社は実は近所にあります。車で4カ所回ると 33.8 キロ、46分の近さです。カリフォルニア州のサンノゼ周辺、この辺りはシリコンバレーと言います。世界時価総額ランキングトップ10を見ると、サウジアラムコ以外は全てアメリカの会社です。日本で1位のトヨタは世界では49位です。トップ10のうちシリコンバレーに本社がある会社はアップル、NVIDIA、アルファベット、メタ、ブロードコムです。この地域はすごいです。時価総額を見ると世界5位のアルファベットは260兆円、世界49位のトヨタは32兆円です。時価総額は発行株式数×株価。簡単に言うと人気投票です。現時点では世界ではトヨタよりアルファベットの将来に期待しているということです。売上高はアルファベットは50兆円、トヨタは45兆円と大きく変わりません。しかし最終利益を見るとアルファベットは14兆円、トヨタは 4.9 兆円と約3倍の差があります。アルファベットは検索サイトや YouTube など一度プラットフォームを作ると広告収入がどんどん入ってきます。対してトヨタは車を作って販売しているので、当然材料費、部品代、工場などの設備、車1台を作るためのお金がかかります。利益率はアルファベットは50兆分の14兆で 28%、つまり売上の 28% が利益となります。トヨタは45兆分の 4.9 兆で 10%、売上の 10% が利益となっています。事業形態の違いがありますが、アルファベットが効率よく稼いでいるという状態です。アルファベットは今後も成長しそうな気がします。そしてトヨタも世界ナンバーワンの自動車メーカーとして今後も成長しそうな気がします。では休憩はここまでとして本編に戻ります。左は1906年明治39年の仁野駅から南方向一帯の地図です。今回調査した場所、現在マリア病院がある場所は市川の河川敷のような場所でした。1923年大正12年の地図です。変化はありません。田んぼとしても利用されていないので、台風で市川の水の量が増えた時はここまで水が来たのでしょう。1932年、昭和7年以降、素やり産業ができます。アイスキャンディーを作るための冷凍機などを製造していました。1942年、昭和17年頃、国策で海軍の軍需工場となります。正確な時期は不明ですので、開戦翌年と仮定します。
ここで砲弾の筒や航空機の部品を製造します。製造品は引き込み線を使って舞鶴や呉に出荷します。多くの人が軍需工場で働きますが、戦争が長引くにつれて大人だけでなく子供も働くことになります。小学生、中学生はさつまいも栽培など農業をします。高校生の年代は軍需工場で働きます。戦争が長期化し、多数の朝鮮人労働者が働きます。また、九州や四国から中学生が動員されます。工場では全体で3000人程度働いていました。大きな土地に建物が並んでおり、大規模な工場でした。1944年の年末から1945年の年始にかけて地下工場が建設されました。人間のための防空壕ではなく、兵器を製造するための地下工場でした。工場の敷地内を掘ったものではなく、西側の山裾に横穴を掘ったものです。ハンマーのみつるはしで山裾に9つの穴を掘りました。詳しくは前回の動画をご覧ください。こちらの防空壕は今も残っているかもしれませんので、絶対に近づかないでください。防空壕が崩れると大変危険です。1945年、昭和20年に終戦となり、工場は米軍の管理下に置かれ閉鎖されます。1961年の写真です。戦後、工場閉鎖後の敷地内に純真会のカトリック教会ができます。正確な年代はわかりませんので、1948年と仮定します。場所はおそらく敷地の南部分だと思います。もともと工場だった建物の一部を教会として使ったと思われます。1950年、昭和25年、8床の聖マリア診療所ができます。8床とはベッドが8台あるということです。1952年、昭和27年、診療所が姫路聖マリア病院となります。一般病院として形を整えます。敷地内の西部分の建物を病院として使用したのかもしれませんが、詳細はわかりません。1956年、昭和31年、須槍航空兵器を大和工業が買収し、レールを製造します。敷地内の北部分で操業します。大和工業のホームページにこの場所の昔の写真が掲載してありました。1956年には、教会、病院、工場が並行して存在していたということです。写真は1965年のものです。1963年、昭和38年、285床の病院が増設されます。1961年の写真と比較すると、1965年にはコンクリートでできた大きな建物があります。これが増設された病院ですね。1966年、昭和41年、大和工業はニムノ工場を閉鎖して本社工場内に移設します。写真を見ると工場の建物がなくなり、更地になっています。1979年、昭和54年、難民キャンプと姫路定住促進センターが設立されます。場所は教会の南側です。ここでベトナム難民やラオス難民などインドシナ難民を受け入れます。拡大します。難民キャンプは左の縦長の建物で、日本以外での定住を希望する難民の一時滞在施設です。定住促進センターは右側の建物群で、日本で定住することを希望する難民が滞在する施設です。姫路カトリック純真教会の神父が熱心に受け入れやサポートの活動をされました。姫路定住促進センターの代表には、職業安定所の元所長がつき、仁部野の自治会長や戸堀小学校の校長も協力されました。右の写真は終戦1年後の写真ですが、縦長の建物があります。ここは朝鮮人労働者の飯場、つまり作業員用の寄宿舎でした。難民は初めの3ヶ月間、この建物で暮らしました。
軍需工場時代の建物が終戦から34年後、難民のために使われたのです。その後、同じ場所にプレハブが建てられ、難民キャンプとして使われました。ですので、左の写真の縦長の建物は新しく建てられたものです。貴重な写真を引用させていただきます。右の写真に難民キャンプである縦長の建物と、並んで建てられた定住センターが写っており、この時代の様子がよくわかります。難民について参考にした資料です。難民研究ジャーナル4号。タイトルは、日本の難民受け入れ経験を問い直す。兵庫県姫路市の定住センターと難民キャンプの記憶から。執筆された方は、久保忠之さん、瀬戸曽恵里奈さん、乾美希さん。インターネットで見つけたのですが、とても詳しく調査されていて勉強になりました。こちらも参考にしました。近藤浩一さんの本、サイゴンから来た妻と娘、パリへ行った妻と娘。こちらの本には、ベトナムから船で脱出する方法が詳しく書かれていました。ボートピープルと言いますが、ベトナムから日本まで小さな船で来たわけではありません。小さな船で国際航路まで出て行き、そこで大きな外国船に助けてもらうまで何日間も待ち続けるという過酷なものです。1985年、昭和60年に難民キャンプは閉鎖します。1996年、平成8年に姫路定住センターは閉所します。時系列で見るとこのようになります。60年間の土地の変遷がすごいです。2025年現在の Google マップです。工場があった場所にはマリア病院の駐車場や介護施設があります。赤い屋根のもともと工場だった建物は教会の施設として今も残っています。引き込み線の線路跡の一部は住宅地の道路となっています。また、定住センター跡にはベトナム難民有志一同が建立した感謝の石碑があります。昔の空中写真を眺めていて、線路跡を発見したことをきっかけに調査を始めましたが、大変興味深いものでした。市川の河川敷に冷凍機の工場ができて、戦争中は軍需工場となる。終戦後は教会と病院ができる。病院の規模が大きくなり、工場は閉鎖する。そして難民キャンプができる。姫路市仁豊野の地理と歴史はすごいです。この度もご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録だけが私の生きがいです。何卒ご協力をよろしくお願いいたします。ではこの辺りで失礼いたします。かっちゃんチャンネルでした。